こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は助成金、補助金のご紹介になります。正規雇用等転換安定化支援助成金のご紹介ですけれど、こちらは以前も動画でご紹介をしたことがあるものになりますが、令和6年度2024年版が公表されましたので、そちらについて詳細を見ていきたいと思います。この安定化支援助成金ですけれど、申請をする大前提として国が行っているキャリアアップ助成金の支給決定を受けていることが前提となっています。従いましてキャリアアップ助成金の支給申請をした後の助成金として、個人的にはですね、おかわり助成金というふうに呼んでいるんですが、おかわり助成金で上乗せが期待ができるといったものになっております。今回の概要ですけれど、今回の正規雇用と転換安定化支援助成金、おかわり助成金はキャリアアップ助成金が大前提となっておりますので、まずはそのキャリアアップ助成金の概要、そしてコースの内容、そして対象となる正社員化コースについて見ていきたいと思います。そしてキャリアアップ助成金の支給決定を受けた後に申請ができる正規雇用等転換安定化支援助成金とはどういったものなのか、そしてその取り組み内容、こちら加算要件もありますので、加算要件についても見ていって、最後に注意点とまとめという形になります。まずはキャリアアップ助成金ですけれど、こちら厚生労働省が行っている助成金の中で一番人気と言っても過言ではないかと思います。年間10万人以上の方が利用しているというふうに言われております。キャリアアップ助成金はですね、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者の方のキャリアアップを促進をしたり、キャリアアップへの取り組みを実施をした事業主に対して助成をするものという形になっております。そして非正規雇用労働者への支援になりますけれど、支援としては2つですね。正社員化への支援と処遇改善の支援という形になっております。それぞれ全部で細かく分けますとコースとしては6つになってきますけれど、6番目の社会保険適用時処遇改善コースにつきましてはですね、令和5年2023年の10月から新しく作られました年収の壁突破パッケージに合わせてコースがリニューアルをしたものという形になっております。そして今回おかわり助成金の対象となるのは正社員化支援の中の正社員化コースということになります。この正社員化コースにつきましてもですね、令和5年2023年の11月29日というギリギリのタイミングですけれど、そちらに変更が発表されまして、助成額の増額と内容の変更があったばかりになります。この正社員化コースにつきましては、昔はですね、細かく3つあったんですけれど、今は2つという形になっておりまして、有期の雇用労働者から正社員化をしていく、無期の契約労働者の方から正規に転換をしていくという形で、80万円もしくは40万円という形になっております。以前はですね、57万円だったんですけれど、増額ということで80万円になっているという形。ただこの80万円に関しても1回でもらえるわけではないという形になっております。またその他ですね、この正社員化コースにつきましては、以前も動画でご紹介をしておりますけれど、人材開発支援助成金とのタイアップによる加算措置もあるといった状況になっております。そしてキャリアアップ助成金の正社員化コースについて見ていきますと、中小企業でいきますと、有期雇用労働者を正社員化した場合は80万円という形になりますけれど、小さくですね、40万円 ×2 期となっておりますが、以前は正社員化をした後に6ヶ月雇用をして申請をするので1回の申請だったんですけれど、令和5年2023年11月29日以降の正規転換をした方に関しましては2回に分けて申請をするという形になりますので、正規転換をして6ヶ月経ったところで第1期を申請して40万円、
さらに6ヶ月雇用をして、申請をして第2期として40万円で、40万円が2回に分けて支給がされるという形になっております。また、キャリアアップ助成金申請の人数制限があります。こちらは以前と変わらずですね、20名という形になっております。やはりですね、正社員の人手不足といったところがありますので、今回ですね、キャリアアップ助成金の改正になって、非常に気になっているのがですね、丸4番目ですね、加算額の丸4といったところにありますけれど、正社員転換制度を新たに作成して、転換等をした場合、1事業所1回のみとなりますけれど、加算措置として20万円もらえるという形になっておりますので、キャリアアップ助成金使ったことがない事業所さんにつきましてはですね、ぜひ一度、有期雇用労働者の方、非正規の労働者の方の正社員というところに取り組んでほしいというふうに思います。また、生産性向上、業務の効率化といったところもですね、人手不足の中で叫ばれている中ではありますけれど、有期雇用労働者といった非正規の方に対しての教育研修等を実施をした上で正規転換をする場合はですね、人材開発支援助成金とのタイアップで加算というのが9万5000円ありますので、こちらもですね、ぜひ使っていただきたいなというふうに思っております。従いまして、かなりキャリアアップ助成金はですね、改定後、国の力の入れようがですね、感じ取れる状況ではありますけれど、そういった形でキャリアアップ助成金を支給申請していただいて、支給決定を受けた後はですね、正規雇用等転換安定化支援助成金、おかわり助成金の申請に行くという形になっております。こちらはですね、質の良い転換等の促進及び労働者の雇用の安定を図ることを目的としているといった形になっておりまして、もう公募要領の中に明確にキャリアアップ助成金正社員化コースと連携しというふうになっているので、正社員化コースをもらった後という形になっております。もともとはですね、キャリアアップ助成金、正規転換をして6ヶ月経ったところで、助成金、キャリアアップ助成金を申請して終わりと。で、その後のフォローに関しては、正規雇用等転換安定化支援助成金の役割といった位置づけだったんですけれど、令和5年2023年の11月29日に、6ヶ月で正社員転換後1年間のフォローというのをですね、キャリアアップ助成金の方でやってしまった関係で、令和6年度に関して正規雇用と転換安定化支援助成金はどうなるんだろうかというふうに思ったんですけれど、蓋を開けてみると令和6年度に関しても今まで通りで変更なくという形になってきます。そしてですね、この正規雇用等転換安定化支援助成金につきましては、対象人数ですね、1人、2人、3人以上といった形で助成額が、決まっております。そしてですね、1人20万円、2人の場合は40万円、3人以上の場合は定額で60万円といった形で、さらにですね、加算制度というのがあります。加算制度というのはですね、退職金の制度ですとか、結婚や育児の支援制度等を、そして賃上げを行った場合の加算といった形になっております。では、この正規雇用と転換安定化支援助成金、どういったことに取り組めばいいのかということになりますけれど、取り組み内容としてはですね、大きく3つといった形になりますが、支援期間というのを定められますので、その3ヶ月間のうちにこれらの取り組みを行うという形、いわゆる指導育成計画を作成をすること、そして対象労働者1名に対して1名のメンターを選任していただいて、メンターと指導というのを行っていただく。また1回2時間以上のオフ GAT の研修を実施していただいて、能力の向上、人材育成を図ってもらうといったこの取り組みをですね、3ヶ月間のうちにしていただいて、その後申請をするといった形になっております。また加算項目としてもですね、全部で3つ設けられておりまして、退職金制度を導入をする、また中退協等への加入をするでも構いませんけれど、10万円加算といった形。そして残りの2つに関しましては、令和5年度から追加をされた加算項目になって、令和6年度も引き続き継続という形になっておりますが、結婚育児支援制度の加算というのがあります。また賃上げ加算という形で時給単価を30円
年以上引き上げた場合の加算という形で、結婚育児支援制度の加算につきましては制度導入として10万円、賃上げに関しては1人6万円かける引き上げた人数分という形ですが、実質3人が限度になりますので最大で18万円になるといった形になっております。またこの助成金はですね、申請のスケジュールというのが決まっていて、交付申請受付期間内に申請をして、その後支援期間というのが3ヶ月間設けられて、その支援期間が終わった後に、約3週間1ヶ月以内にですね実績報告をしなければいけないという形になっているので、キャリアアップ助成金と違ってですね、いつでもタイミングでもできるというわけではない。キャリアアップ助成金もですね、6ヶ月雇用した後の賃金を支払った翌日から2ヶ月以内という支給申請期限はありますけれど、こちらの東京都の方の助成金はですね、申請期間というのが全部で6つに分けられているといったところが注意が必要です。そして最後に注意点とまとめですけれど、申請は1事業年度に3回、結果として3になりますけれど、3回までという形になっており、上限は3人分の60万円という形になります。したがいまして、キャリアアップ助成金の支給決定を4人以上受けている場合はですね、対象者を3人にするのか、もしくは翌年度に持ち越すのかといった形で対応していただくという形になっております。そしてこの助成金ですけれど、申請をして計画中止をした場合もですね、1カウントされてしまいますので注意が必要です。そしてこのおかわり助成金申請ができるのはキャリアアップ助成金の支給決定ですね、令和3年の4月1日以降に転換をした労働者になりますので、期間がですね結構余裕がありますので、4人以上キャリアアップ助成金の支給決定を受けている方の場合はですね、余裕を持って翌年度に持ち越してきちんと3人の中に収めて申請をしてもらうといった形が良いかと思います。加算要件というのもですね3つ設けられておりますので、加算要件というのも上手に活用してもらって、より良い職場づくりに役立ててほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。